皆さんこんにちは、かっちゃんです。かぼちゃということで、今日はオーブンや生クリーム不要、フライパンで作れてジャンボサイズで食べ応えもバッチリ、欲張りかぼちゃプリンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料はかぼちゃ、賞味 150g、卵3個、砂糖計 80g、その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。はい。ではまず深めのフライパンや鍋に砂糖 40g、水大さじ2を加え、全体を混ぜ中火にかけます。はい。では沸騰したら弱火から弱めの中火に火力を落として鍋を時折揺すりながら焦げないように注意し、茶色く色づいてくるまで加熱します。はい。では茶色く色づいてきたら火を消して蓋ガード。水はねしないように蓋でガードしながらお湯大さじ1を入れます。ではお湯を入れたら全体を混ぜ合わせます。ではカラメルソースが出来上がったので、ホーローのバットや耐熱の保存容器などに移し入れます。ではカラメルソースを移し入れたら粗熱を取り冷やし固めます。かぼちゃの種をスプーンでくり抜きます。では種と綿をくり抜いたら3センチ角ほどに切り、皮が垂直になるようにまな板の上に置いて皮を切り落とします。かぼちゃは皮を取った状態で賞味 150g 用意して使ってください。ラップをして 600W の電子レンジで3分加熱します。加熱し終えたら今日材料をすべてブレンダーで混ぜ合わせていきます。もしブレンダーない場合はこの加熱したかぼちゃを潰して裏ごししてから他の食材と合わせて作ってみてください。牛乳 300ml、卵3個、砂糖 40g を加えブレンダーにかけかぼちゃをペースト状にし混ぜ合わせます。はい。では、かぼちゃの形がなくなるまでブレンダーにかけたら、上からラップをかぶせて表面の泡を取ります。泡を取ったら、型に入れたカラメルソースもこんな感じでしっかり冷え固まったので、流し入れます。型に流し入れたら、アルミホイルで蓋をします。アルミホイルで蓋をしたら、深めのフライパンや鍋に入れて、容器が半分浸る程度までお湯を入れます。はい。では容器とお湯を入れたら、蓋をして、弱火で30分加熱します。はい。では加熱したら、火を消して、さらに10分置き、余熱で火を通します。オーブンで作りたい場合は、お湯を張った容器に耐熱容器を入れ、150度に予熱したオーブンで50分から1時間ほど湯煎焼きして作っていただいても同様の分量で作ることができます。はい。では10分置いたら、先の尖ったものを刺してしっかりと火が通っているか確認します。もしまだ固まっておらず緩い場合は、余熱で置いておく時間を長くして火を入れてください。では全体に火が通ったら完成なので、やけどに気をつけて取り出し、粗熱を取ったら冷蔵庫で冷やして食べてみてください。出来たてすぐに食べていただいても美味しいですし、冷蔵庫に入れて一晩寝かすと全体がしっとりしてより美味しく食べられるので、今回の分量でたっぷり作って味の違いも楽しんでみてください。はい。ではこんな感じでオーブン生クリーム用フライパンで簡単美味しく作れる欲張りかぼちゃプリンの完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回はかぼちゃを使ってオーブンや生クリームを使わずフライパンでお手軽簡単美味しく作れる欲張りかぼちゃプリンを作ってみました。それでは本日はアールグレイティーで乾杯。乾杯。くー
おいて。じゃあ早速いただきましょう。今回は、秋になるとハロウィンがあったり、かぼちゃがどんどん美味しくなってくるんですけど、ジャンボサイズ、欲張りサイズにたっぷり美味しく食べられる欲張りかぼちゃプリンを作ってみました。こんな感じで食べやすい大きさに切ってお皿に盛り付けて食べてみてください。じゃあいただきます。欲張りの。めっちゃ美味しい。かぼちゃの濃厚な味わいにカラメルソースがよく合い、とても美味しく食べられるレシピになってます。かぼちゃはあらかじめレンジで加熱してペースト状にすることで舌触りが良くなり、今回ブレンダーを使ったんですけど、ブレンダーにかけるだけで簡単に作ることができます。もしない場合はかぼちゃを潰してからしっかりと裏ごしすると滑らかな食感に仕上がるので、ブレンダーがある場合でもない場合でも美味しく作れるレシピになってます。で、今回生クリームは使わなかったんですけど、結構このかぼちゃで濃厚な感じになるので、生クリームは使わず牛乳だけで美味しく作ることができます。で、下にはカラメルソースを入れ、ほんとこのカラメルソースのほろ苦い感じがかぼちゃプリンとよく合ってとても美味しく食べられます。で、もし最悪カラメルソースを作るのが面倒な場合は、上のプリン部分だけ作って、最後上からちょっと風味は変わっちゃうんですけど、黒蜜をかけて食べたり、市販のカラメルソースをかけて食べたり、メープルシロップなどかけて食べても美味しく食べられるレシピになってます。で、調理工程もオーブンを使うことなく、もう型に流してフライパンで加熱するだけで簡単に作れるレシピになってます。で、加熱時間だけ多少食材の温度とか季節とかによって若干前後してくることがあるので、先の尖ったものを刺して、しっかりと固まっているか確認しながら時間を調節して作ってみてください。で、今回欲張りプリンっていう名前でこんな感じにほんとボンと大きいサイズで作ったんですけど、洗い物も減らせますし、食べたい分量を切り分けながら食べられる便利なレシピになってます。で、がっつりこんな感じで大きく作って冷蔵で3日ほど保存効くので、ちょっと作り置きしておいてもいいですし、欲張ってこのまま容器ごと食べてもいいですし、ちょっと来客があった時なんかにもこのまま食卓に出すこともできる便利なレシピになってます。ほんとこのかぼちゃの風味と濃厚な感じが美味しいですね。ちょっと大げさに言うと、お店行ったらワンカット500円くらいしそうなプリンの感じです。あと自宅で手作りすると即お値打ちに作れますし、ちょっとね、お家でスイーツ作りたい時にもおすすめのレシピになってます。はい。ということで今日はかぼちゃをたっぷり使った欲張りかぼちゃプリンを作ってみた動画でした。オーブンや生クリームを使うことなく、フライパンでお手軽簡単、美味しく作れるレシピになってます。これからハロウィンとかにもいいですし、旬のかぼちゃを美味しく食べられるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方は、グッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、かぼちゃー。秋って感じやわ。